古い車を買うときに見に行って乗ってみても、その車に隠れている重大な異常を知ることはできないことがあります。今回の動画は、父ちゃんのこの車に隠れている問題を暴露していきます。この車種に限らず、かなり古い車を買いに行くときには、参考になる内容だと思います。この父ちゃんの車は 190E という1993年式のメルセデス・ベンツです。走行距離は15万 7000km です。製造から30年、15万キロ走行の車には、すべての消耗品に問題が発生している可能性があります。そんな父ちゃんの古い車でも、知ってか知らずか、乗り換えるときには、ぜひ譲ってほしいと言われることがあります。そんな奇特な人に悪い部分を隠して譲っても気の毒なので、この動画を作ってみました。つまり、そういう方には、この動画を見てもらって、それでも欲しいわけないよね。ということですね。それでは、みんながまず気になる外装について、暴露していきますね。写真ではなかなかに綺麗に見えていても、実際にはボロボロです。写真は撮影角度によって色あせをごまかすことができます。塗装は女性のお化粧と同じことで、ワックスやコーティング剤により、かなりごまかすことができます。原車を実際見に行って結構綺麗な感じがしても、買ってしばらくして化粧が落ちたら、ひどく劣化していることを知り、驚くかもしれません。しかし、女性にすっぴんでお見合いや初デートに来てほしい、とは言わないのと同じで、車を売りたい人も一生懸命におめかしして、その車の最高の姿を見てもらいたいのは当然です。外装部品が揃っているかや、事故車かどうかを見極める必要はありますが、塗装の状態については化粧マジックという可能性はあることは、覚悟の上で買うしかないでしょう。外装のチェックで重要なのは、写真では映らない部分にある錆です。一見全塗装されているピッカピカの車なのに、ドアやトランク、エンジンルームなどの目に入りにくい裏側の部分がぐさぐさに錆びて膨らんでいる車があります。外装はそこそこに荒れていても、そういう部分がきちんとしている車を見つけた方が良いと思います。そういうわけですから、写真や動画を見て、一目惚れするのは危険です。しかし、そうは言っても、一目惚れで買うことには反対ではないです。30年前の車を買うには少し狂ってないと超えられない線があると思います。一目惚れして買ったなら、化粧マジックでも化粧を欠かさずやればいいことだと思うか、自腹で全塗装する気で付き合えば良いと思います。外装の次は内装について語ってみたいと思います。自動車の内装は丁寧に扱いさえすれば、そうそう劣化や破損しないように丈夫に作られています。しかし、車種によっては自動車メーカーの材料の選択ミスで、劣化が早くボロボロになってしまう車もあります。この車については、布シートは非常に頑丈で、破れはなく、綺麗な状態を保っています。革シートは結構ボロボロになりやすいみたいですが、革シートの方がリペアはやりやすいので一長一短があります。私のおすすめは布シートです。座り心地は布シートの方が断然良いと感じるからです。本側のステアリングハンドルはボロボロになったので、10年前に新品に交換してあります。必ずシェードをかけて直射日光を避けています。今のところ良い状態を保っています。ステアリングハンドルは写真からは状態がわかりにくい部品です。リペアされた本革ステアリングハンドルの中には、見栄えだけ新品同様でも、オリジナルのしっかりした硬い握り心地がない、ふにゃちんのひどいものがあります。店名は明かしませんが、私ははじめ、非常に有名な専門店から、備品とされたステアリングハンドルを購入しました。それは、ふにゃふにゃな握り心地と、ぷぬぷぬな薄っぺらな革でリペアされた品でした。使ったらすぐに薄い皮が剥がれてきそうな粗悪品でした。すぐに返品しましたが、その専門店では、再びそのステアリングハンドルをリペア品と書き加えることもなく、再出品していました。その専門店で販売される車についていたら、本当に程度の良いステアリングハンドルを握ったことがない人だと、
綺麗なハンドルがついていると大喜びしてしまうかもしれません。ですから、このハンドル事件は有名な専門店といえども、本当にはこの車の良さを理解してない人たちがやっている場合があると思わせる一件でした。また、写真では備品に見えても、とんでもない低レベルな、見栄えだけの粉飾がされている車がたくさんあるのだろうと感じました。一目惚れは構いませんが、内装に関してはぜひ、触り心地、抱き心地を感じてから買うことをお勧めします。それと、本来の触り心地を知るためには、同じ車種の車をいくつも触ってみることも必要でしょう。専門店の綺麗な写真や営業マンのセールストークは、鵜呑みにしない方が良いかもしれません。話を私の車に戻しましょう。この車のセンターコンソールは本物の木が使われています。そのために30年の歳月により木が反り上がり、割れてきている部分があります。右側の方に割れている部分があります。この部品はリペア可能らしいです。新品部品はもう入手できないかもしれません。こういう簡単に外せてリペア依頼できる部品については、購入してから予算に応じてゆっくり考えれば良いと思います。しかし、こういう目につくさまつな部分は誰でも気がつくところです。ここが気に入らないだけで、他は合格レベルなのに、見送ってしまう人もいるでしょうね。特に個人売買では、所有期間の長いオーナーさんは、ここのリペアや交換をしても、長く乗ってるとまた割れてくることを知っているので、ほっといてる場合もあります。木を見て森を見ずにならないようになると、掘り出し物を見出すチャンスが増えるでしょう。一方で、リペアが難しい内装関係の問題点もあります。190E の場合は、ドアの内張りの剥がれが発生してきます。ガラスを内側から押さえている黒いゴムのモールの部分から、内装の合成革が浮き上がって剥がれてきます。これも一部の内装屋さんではリペア可能らしいですが、結構難しいとのことです。先ほどのウッドパネルみたいに小さくて宅急便で簡単に送れる部品なら、ネットでやってくれる店を探して送れますが、このドア内張りみたいな大きな部品は、後から自分で頼むのは大変です。できれば、ここは綺麗な状態の方がおすすめです。私の車は、ここは見ての通り綺麗です。助手席側も綺麗な状態を保っています。しかし、握り手の周りの合皮は縮んでいて膨らんでいます。この膨らんでいる部分のリペアはかなり難しいらしいです。後部座席の内張りも割と良い状態ですが、後ろの角に合皮が縮んで少しめくれている部分があります。運転席側の後部座席も割と綺麗な状態を保っています。助手席と後部座席はほとんど使ってないので、とても綺麗です。しかし、後部座席の中央が上側は縮んで縫い目が破れています。気になる人には気になるでしょうね。それと、その後ろにある救急箱入れの枠の樹脂もボロボロです。一応、プラリペアで補修してありますが、後部座席の座面です。使用感のない状態です。ベンツの内装は非常に丈夫なので、綺麗な車が多いです。内装の程度が良いと、車全体の程度が良いと錯覚します。しかし、この車のヤバさは、もっと隠れたところに潜んでいます。古い車だと、クーラーが壊れていないかも、心配な部分です。しかし、クーラーのガス漏れ故障は、わかりにくい部分です。ガス漏れだけなら、ガスを補充すると、1ヶ月くらいは、機能するので、原車確認では、見破れない場合があります。つまりは、保証なしや1ヶ月とか、3ヶ月の短い保証期間だと、しばらくしてクーラーが効かないことに気がついた時には、後の祭りになる場合があります。ですから、原車確認で、クーラーが効いている場合でも、ガス漏れ以外の不良はなさそうだという確認ができたと、考えるべきでしょう。ガス漏れ以外の故障原因の方が安く修理できる場合もあります。ガス漏れの場合には製造から30年以上の車ともなると、あらゆる部品から漏れてくる可能性があります。漏れている部品だけ交換しても、また他の部品が早々に漏れ出すことがあります。やるなら一気に全部交換してしまうのが良いのですが、
そうしたとしても10年も持たずにまた壊れ始めることがあります。私のこの車は実はクーラーは壊れています。コンデンサーとコンプレッサーから漏れていることが分かっています。これまでは漏れている部品を交換して乗ってきましたが、車齢が30年を超えたのを機にクーラーは諦めることにしました。ガス漏れのいたちごっこも嫌になり、また、総入れ替えしても安心できるのはせいぜい5年だからです。もともと窓を開けて走るのが好きなので、クーラーは使用頻度が少なく、費用対効果を考えて諦めました。その代わりに雨の日でも窓が開けられるように、純正品のサイドバイザーを買って取り付けました。クーラーの故障で車を諦める人は少なくありません。しかし、製造から30年も経った車なので、限られた予算で経済的に楽しみたいなら、クーラーを諦めるというのも選択肢の一つだと思います。それ以外にも、機能が壊れたままにしてある部分を暴露していきます。内気循環切り替え機能を潰しています。この車はオリジナルではめんどくさいことに、基本的に外気導入モードになっています。内気モードにしたいときにはスイッチを押して切り替えます。しかし内気循環モードにしても10分くらいで自動的に外気導入モードに戻ります。それは新鮮な外気を必ず取り入れてほしいというメルセデスの哲学なので仕方がなく受け入れてきました。しかし内気モードにしても外気導入モードに数分で切り替わってしまうようになりました。このスイッチが壊れたようでしたが、新品部品は供給終了らしく手に入りませんでした。このスイッチはつながっている管の空気圧を切り替えて、接続する空気圧で作動するリンクを動かしています。リンクは空調モーターの後ろにある板を動かして、外気導入モードに切り替えます。切り替えスイッチと空気圧スイッチ、切り替え板につながるリンクの間接樹脂部品が消耗箇所になります。空気圧スイッチは非常に奥の方にあり、ダッシュボードを外さなければ交換できません。そもそもこんな不便なものを直すために、そこまでしたくありませんので、切り替え板の位置を内気モードに固定しました。つまり、色々と部品供給がなくなって、修理できない機能があったり、つまらない機能の割には、修理するには大変なものは、機能が潰されている場合があり、どうやって潰されているかは、やった本人しか知らないという問題が隠れているかもということです。しかし、この程度の問題点で驚いてはダメです。クーラーや小さな機能程度の故障は、慎重にチェックすればわかりますし、費用対効果を考えずにやる気になれば、解決は簡単に可能です。私のこの車は多分エンジンやミッションの感じはかなり良い状態だと自画自賛します。エンジンの始動も良いですし、アイドリングも安定しています。試乗してもらえればきっと満足してもらえると自画自賛します。しかし結構重大かもしれない問題を抱えています。この車にも自己診断機能があります。OVD ではないですが、診断コネクターにテスターをつないで、コンピューターが把握している異常を知る方法があります。この自己診断機能が2年前頃から使えなくなっています。使えないというのを詳しく言うと、故障原因を示さないデタラメな数値をコンピューターが出している状態です。予備コンピューターと入れ替えても同じ状態なので、コンピューターの故障ではないかもしれません。私はこの問題の原因を調べるために、エラーコードリストにあるすべてのセンサーや部品からの配線が、コンピューターまで正しく通電しているかも点検しました。しかし、私が調べた限りですが、異常は見つかりませんでした。そのため、修理できていません。もし、私の車のような状態の 190E を買ってしまった場合、調子は良いので、この問題が隠れていることがわかりません。自己診断機能は調子が悪くなった場合の原因特定に有効です。しかし、この機能が使えなくても、怪しいところを一つ一つ、部品単体を点検すれば、ほとんどの原因を調べることは可能です。しかし、そうは言っても、正常な状態ではないことは確かです。私が気づいてないだけで、本当は何かの不調として症状が出ている可能性もあります。では、他の問題点に話を進めましょう。私の車には冷却水が少しずつ減る症状があります。
3ヶ月で100から 150ml くらい減っていきます。半年間点検していなくても、冷却水のレベルセンサーが反応するほどには減りません。冷却水関係の部品は一通り交換してあります。接続部分からの漏れもはっきりしていません。この場合、エンジンの中で漏れている場合があります。しかし、この車のような状態でも、これも原車確認の時には見破れませんし、購入してからも半年以上は気がつかない可能性が高いです。もし、エンジン内部の冷却水漏れの場合は、ヘッドガスケット交換が必要になり、修理費用がかさみます。他の理由としては、私は渋滞地獄で、この車を通勤に使っていますので、冷却水温は100度近くになることがあります。100度に達すると、自動的に冷却ファンが回り、90度に下がります。渋滞していない時には、夏場でも水温は80度で安定していますが、長い信号待ちとかだと90度に上がります。これはクーラーを使っていない場合です。クーラーをつけると冷却ファンが積極的に作動するために、ほぼ80度で安定します。日本車は水温はピタッと常に一定なのですが、この世代のベンツは比較的変化が激しいです。これを知らない人には壊れているような不安に感じることがあります。高温多湿で平均スピードが低く渋滞の多い日本で、この世代のベンツを使用する場合には、クーラーを夏冬関係なくつけっぱなしにして、冷却水温度を低めに安定させておくことをメーカーは推奨していたそうです。冷却水減少問題はうじうじ考えずに、エンジン内部のガスケットを交換してしまえば良いのですが、安くはない費用をかけて作業してもらった挙句、ガスケット漏れがなかった場合にショックが大きすぎるのと、ガスケット交換作業が不適切に行われて、オイル漏れや冷却水漏れが激しくなってしまった、という話も聞くことがあり、今のところちょっと踏み切れません。他に伝えておくべき私の車の問題点は、パノラマワイパーの伸縮機能を潰してあること、フロントガラスに小さな飛び石傷、外気温度、軽や気象不良、くらいかなと思います。それではダメ出しが終わったので、逆に言わなければわからない、セールスポイントもお伝えしておきます。この 190E は、ここ5年以内で燃料系統は一通り新品に交換されています。具体的には、燃料タンク、燃料ポンプ、タンク、ポンプ周辺の燃料ホースすべて、燃料フィルター、エンジンルーム内の燃料ホースすべてを交換してあります。燃料漏れは車両火災につながるために、車齢25年を超えた時期にリフレッシュしましたので、これから10年から15年は大丈夫かなと思っています。フロント足回りもある程度リフレッシュされています。両側アッパーマウント、スタビライザーブッシュ、タイロット、センターロット、ステアリングダンパー、左ロアアーム、などが5年以内に交換されています。ブレーキ関係は、前後ブレーキキャリパーオーバーホール、リアのブレーキパイプライン交換してあります。以上、長々と雑談的に 190E について、私の車の問題を交えながら話してみました。車にとって30年間の歳月は、様々な劣化や故障の経歴をもたらします。オーナーや担当した整備士によって、どこを重点的に整備するか、ある程度妥協してごまかすかは様々でしょう。車一台一台に様々な修理の歴史があり、それは整備記録後に残されていることや残されていないこともあります。190E よりも新しい車でも相当に多くの車が修理を諦められて命を絶たれています。現在、車検をつけて走ったり販売されているこの時代のベンツは激しい生存競争を生き抜いてきた車たちと言えると思います。完璧な状態で販売されている車もあるのかもしれませんが、問題を抱えながらも生き残ってきた車も多いと思います。私はこれから購入を考えている人は、この世代以前の車を販売している中古車屋さんを結婚紹介所みたいなものだと思った方がいいと思います。車を買うという気持ちを捨て、前のオーナーから30年以上生き残ってきた車をつなげてもらうための仲介料を払ったというくらいに思うと気が楽だと思うのです。結婚相談所はマッチングさせて仲介料を取るのが仕事なので、
紹介する人の悪口は言わないのと同じことで、中古車屋さんも隅々まで調べ上げて、販売車両の問題点をセールス時に説明したりはしないということです。私の車みたいにたくさんのやばい問題を秘めている車でも、なかなかそれを見破るのは難しいことです。こんな車を買ってしまわないようにご注意ください。取り留めのない雑談でしたが、こんな動画があってもいいかなと思って作ってみました。ご視聴ありがとうございました。